しさん、今日なんですけど、でちょっともうカリブ海編行くわけじゃないですか、ファイナルラウンド動画が。じゃちょっとその前にね、よしさんに説明してほしいんですけど、その動画撮っていいですか？いいけど、とりあえず外出ようぜ。外にちょっと外出るんですか？外にちょっと探検しに行きながらファイナルラウンドの説明をします。これ探検しながら動画撮るでいいんですか？それでいいよ。行きましょう。ほんまっすか？行くぞ。めっちゃ早ないですか、キもう行くんですか？早いの、もうバンバン行く。もう準備できてるんですか？もう準備満タンですよ。何してるんですか？もう行くんでしょ？ちょっとバイクで行こうか。おお、変わった服。それいや、それは撮りますよ。もう一回撮り直した方がいいんじゃない？そのもう一回撮り直すとかもうフェイクじゃないですか。フェイク動画じゃないですか、そんなんしないですよ。そうなんしないです。じゃあこのまま行くよ。ヘルメットもう一個いらないですか、これ。ヘルメットもう一個ある。ほんまですか？では行こう。行きましょう。お、いいですね。グアテマラ持って行ったんよ、これ車。グアテマラも持ってったんですか？めっちゃ距離ありますけど。そう、グアテマラも違う車で持って行って、はい、でそこでフェスしてたので、はい、で帰りエキシまで帰ってきたんやけど、2週間もとりあえず行きましょう。はい、はい、オッケー、行ける。はい、いいっすね、これ。この人がバイクゾーンとかあるんですか？バイクの止めな、中銀だ。よしさん、ちょっと待ってください。よしさん、これラーメン屋じゃないですか？ラーメン屋。いや、おかしいでしょ。めっちゃうまいね。ラーメン屋でファイナルラウンドの話するんですか？いや、ちょっとラーメン食うから早かった。よしさん、ファンタスティックベイビーの曲流れてて、天理スタミナラーメンありますよ、これ。何で食うてんすか、それ。レンゲです、レンゲです。レンゲちゃうでしょ、それ。味噌きました、これ。うまそうや。めっちゃうまそうですね、これ。完全にうまそう。なんか器変わってないですか、なんかこれ。これね、俺の友達ヒロシってやつが作ってるの。友達なんですか、よしさん。そうそうちょっと担々麺に近い。ね、担々麺っぽいよね、完ねえ。よしさん、ファイナルラウンド説明する気ないでしょ。全に。いやいや、あるよ。行こう。とりあえず公園行こうぜ。はい、パルケメヒコ、メキシコ公園。まずはちょっとデザート食ってから行こうか。いや、本気でないでしょ、それ。よしさん、ここっすか？なんかここはちょっと落ち着いてますね。ね、ここいいよね。うん。ここ一等地っすよ、一等地。そうなんですか？最高じゃないとこんな公園あって。結構周りなんかおしゃれなお店いっぱいありましたもんね。じゃあ、よしさん、やっとファイナルラウンドを説明する気になりました。ファイナルラウンド説明しますよ、今から。とりあえずファイナルラウンド簡単に。あそこレストラン。いや、どうでもいいんですよ、それ、レストランも。ファイナルラウンドはもうみんな誰しもが居場所になる場所です。はい。で、ファイナルは何かっていうと村なんですよ。はい。で、今コロナが結構大変でしょ、今。うんうん。で、経済世界ね、やばいと。うん、経済世界恐慌になってきたと。うん、やっぱ経済を回さないと、金がないとみんな生きていけないじゃない。うんうん、で、そういう世界観ではなくて、できるだけライフコストを下げて、うんうん、できるだけシェアリングしていく。だからシェアリング村です。もちろうんんそこには農作物も作るし、家も建てるし、一緒に住んでいく、手伝って助け合うね。子供がいるんだったら育児も手伝い合う、そういう関係性で、ライフコストを一気に下げて、自由に生きていく。で、その経済に縛られない、仕事に縛られない自由な暮らしができる、そういう村を作っていくっていうのがファイナルラウンドです。ファイナルラウンド昔作ってたじゃないですか。はいはい。それはどうなったんですか？ファイナルラウンド？ほら、ヨシさんの家だけじゃなくて他にもファイナルラウンドあったでしょ。タイのチェンダオっていうところに、はい、チェンマイから車で1時間行ったところにチェンダオっていうヒマラヤ山脈の山脈系の一番端っこのチェンダオ山っていうところがあって、そこが国立公園になってるんだけど、そこの国立公園の中にファイナルラウンドを作ってた。村長が違法で作ってたそれを借りてやってたっていう。それ知らなかったですか？
それ知ってた知ってたんか違法建築です。い。でそれはどうなったんですか、そのファイナルランドは。それは違法建築だったんでダメなので取り壊されました結構動画、昔の動画出てますよね、いろんな。ファイナルランドファイナルランド視察だね。それあ、視察ですか。メキシコも視察したし、日本もたくさん視察しましたよ。よしさん、でもなんでファイナルランドでも作ろう思ったんですか。ファイナルランドを作ろうと思った理由、はい。ちょっとそこ座れ。ああ、了解です。来た。あ、いいじゃないですかこれ。ベンチケース。でほんで、タイにも作って、で今回また、そのメキシコのトゥルームにも作ろうとしてるわけじゃないですか。はい。しかもこれ6年越しでしょ、5年越しですか。5年越しです。なんでそこまでしてやろうとしてるんですか。俺は25歳の時に初めてメキシコに行ったの。馬に乗って旅したのね。馬30頭をはい。20人、一人一人違う国から来た、メンバーで、集まって馬を30頭買って、はい。で20人でサバイバル、うん。メキシコの山の中をずっと越えて、2年ぐらい旅したんでね。それがホースキャラバンっていうわけですね。そうで、本当のエクストリームサバイバルなんだけど、本当に周囲何十キロで誰も人もいない山の中でキャンプして、馬の支度して次の日出て、また太陽が沈む前にキャンプするとこ見つけて、で馬の世話して、で薪集めて火焚いて飯作ってまた移動して、その繰り返しで、そうこうしている中でエコビレッジって呼ばれるものに初めて出会うのよ。あ、その時が初めてやったんですか。そうメキシコで。その時エコビレッジっていう名前も知らなかったし、そういった村々もエコビレッジって言ってないところもあったのね。で何なのかっていうと、結局その野菜作物と家畜を育てて、で自分たちで家建てて、で自分たちで共同で生活している、村があったのよ。うんほとんどお金かかんないよ。ただリトリートセンターって言って、精神性をアップデートするためのワークショップいっぱいやるような、そういう施設を作って、そこを収入源にしながら、その収入源は全部自分たちの生活に充てるっていう形で生活してる。もちろん水も雨水、そこは雨水使ったし、雨水使ったり、パーマカルチャーって言って、そこにある資源を最大限に活用して循環させることによって、そこのエリアだけで生活が完結する、そういうデザイン体験のことを言うんだけど、それをすごくうまく取り入れて、段々畑にしたり水の、活用をうまくしたりしながら生活している人たちがいたので、ほとんどアーミッシュみたいなもん、要は引きこもりみたいなさ、もう全然誰も知らない世界、本当山の中にポツってあったりするんだけど、そういうところに馬で旅してたどり着いて、すごいそれが結構人生でびっくりするぐらい衝撃だったの。馬で旅すること自体もかなりすごい体験だったんだけど、さらにそのコミュニティが山の中にあって、そこで生活してる人たちがいるっていう事実が本当に衝撃だったの。で我々そのホースキャラバンもコミュニティなわけで、移動するバージョンで、生活も共にしながら、一緒にご飯作って一緒に、洗濯して馬世話して移動して、で町に出ると町の、市役所に行ってサーカス集団でもあったから、サーカスするっていう形で行政と仕事して、パフォーマンスね、町の中心でパフォーマンスしたり、小学校中学校で、環境教育しながら、それを資金にして、野菜買ったりバグを買い揃えたりしながら、ずっと2年ぐらいグアテマラからメキシコのベラクルス州までずっと旅したんだけど。ジプシーみたいですね。そうだね、現代版ジプシーだよね。
でまあ本当だから朝起きてから寝るまでずっと一緒なんだよね。20人一緒にもうずっと仕事してんので、だからプライベートとか仕事って概念もないし、もう生活そのものがでしかないし、でお金稼ぐ行為も全部そうで、働くのもそう、もうそういった概念じゃん。馬で移動するっていうことが前提で、そういうライフスタイルをしていくっていうコミュニティであるっていうことが大事で、おかげさまでそのコミュニティのメンツとはもう一生の仲になったから、今でもずっと関係性続いてるし、超仲いいし、みんな喧嘩しまくってるよね。若かったのもあるし、そうでやっぱそういうなんていう家族以上の関係になったわけよ、我々はね。だから離れていっても常につながってるし、まあ、そういう仲間っていうのをね、20人じゃなくて100人1000人1万人っていたら、しかもそれが世界中に散らばっていたら、もう無敵じゃない。人って一人がやっぱ寂しいからさ、人とつながりたいからこう一緒にね仕事したり一緒にいたりするんだと思うけど、結局その本当に他人なんだけど家族っていうぐらいの関係性をどれだけ作れるかが大事だと思う。まあそんなこんなでそういったエコビレッジがいっぱいある世界中にね、グローバルエコビレッジネットワークっていうのがあるんだけど、リストに登録されてるのは2万件あるのね。めちゃくちゃあるんですね。そうなんだよ。そういった場所、ね、みんながつながれてオープンであるからそういった場所を世界中に作ってみんなが自由に行き来できる、ライフコストも極力下げて、しかも家族と思えるような関係性、そういう関係性ができるコミュニティがいっぱいできたらな、それがきっかけだよね。じゃあつまりまあ今の世の中って SNS でまあ世界中誰とでもつながれるわけですけど、ヨシさんが言ってるのってガチのリアルのつながりでありながらグローバルなネットワークなわけですよね。そうだね、まあ、特に日本で言うとさ、こう人ってやっぱそう共同することでこう村を作ったわけですよ。で村を作って共同して生活ができるようになって、でさらにそれがでかくなって都市ができて、そして国ができたわけで、その国っていうものが通貨を発行することで同じ価値をね共有して交換できるようになったわけで、そうしていくうちに競争が生まれて、でその競争がどんどん激化していく中で、人はどんどん家族という関係性から個人という関係性になっていったね。特にここ最近の話、全体性が失われたわけ。日本でいうとその長屋文化がなくなってきたっていうような感じなんですかね。そうね、まあ会社も昔は年功序列、なんだっけ年功序列と終身雇用っていう、つまり会社は家族だったわけ。会社の同僚たちはみんな家族だったコミュニティだった。でも今はもう外注だったり、いつ会社潰れるか分かんないし、転職するのが当たり前、つまり個人になってきたわけで、長屋もそうだよね。長屋も隣の長屋の家族もね、その隣の家族もみんな家族だったね。一緒に飯食ったり、隣の子供が来て飯食ってたりするのは当たり前だったわけで、俺がちっちゃい時はまだかろうじて残ってたけど、もうないじゃん。で今 1K のアパートばっかりできて、隣の人誰住んでるか分かりませんみたいな、そういう環境下にあって、でもキャリアとして仕事をしてキャリアがないとダメだとちゃんと社会人として仕事をして金稼いでないとダメだというもと、一生懸命みんな仕事するんだけど、人生のほとんど時間仕事に奪われてしまって、お金があるかないかが重要になってしまう、まあ、そういう社会になって、ね、全体性がどんどん切れていく。でこれから人工知能が出てきたり、自動運転が始まったり、まあ、ネットが出てきたのもそうだけど、どんどんこの個人化が進んでるわけね。で個人化が進んできた中で、こういったたまれなくなった、ね、現代社会の我々はソーシャルネットワーク、ね、ソーシャルメディアだったりシェアリングエコノミーだったり、まあ、そういった形でこうできるだけシェアハウスが増えたりね、コワーキングスペースが増えたり、そうやってシェアすることで関係性を取り戻そうと一生懸命なってるんだけれど、まあそういうのが今の現代の状況だと思う。でもこれからもどんどん個人化していく合理主義と、でまあ果ては人間至上主義ってやつね。まあ今のコロナもそうだけどさ、地球の中で最も重要なのは自分であり人間であると、まあ、そういったところからこうどんどん個人が
分断されていく。で果ては何のために生きてるのかよく分かんない、そう思ってる人も多いと思うんだよね。そんな中で結局じゃあそれをどうやって取り戻すかっていうと、やっぱフィジカルであるってことはすごく大事。年っていうのはすごい概念的なんだよね。ビジネスもそうだけど数字だったり、コンセプトだったり、流行りっていうのもまさに概念でしかないんではなくて、本当に生きてるって実感するにはやっぱそのフィジカル性、身体性が必要で、身体性を感じれる環境にいる、一つは自然の中にいる、もしくは手足を動かして作業する、そういったことをする環境と、あとかつ仲間がいる、仲間と共同してそれを作っていくっていう環境があるってことが、包括的にその、全体性を失った個人が再び全体性を取り戻すための一つの手段かなと。感覚を味わう、つまり生きてるってことを味わうっていうことで身体性を手に入れるっていうことができるかもしれない。結局感情の話なんだよ。で感情って実は肉体と結びついてるから、要はパソコン作業してていきなり大声で叫んだりしないじゃん。いやーいとかならないわけ。絶対なんないよ。でもただサッカーでゴール決めたりしたらヤッホーってなるわけじゃん。確かにね、それってやっぱ感情、そうですね。肉体を動かしてるから感情的なわけで、その感情が喜びなんです。その起伏が、喜びと悲しみの起伏がね、やっぱ味わうっていうことじゃない、人生を。確かにデジタルになりすぎると湧き上がるものが起こらなくなるんですね。我々何してるってずっとスマホ見てるだけなので、感情湧き上がってこないよ。ワクワクしないんですよ、実は。全て概念ですから、ね、文字情報でしか実は感情がないんですよ。なぜかって言ったら肉体を動かしてないからです。だからできるだけ肉体を動かした方がいいし、肉体的であれる環境に身を置く方がいい。で東京とかその山手線乗ってねずっといられて、ああいう環境って一番身体性が失われてる環境なので、感情的にならない。つまり感情的にならないイコールつまんないんですよ。飽きなんですよ。どうでもいいんですよ。やから人は自然を求めるわけですね。そうだね。感覚で知ってるんですよね、人の体は。そうね。それはすごくあり。自然って全部今にしか生きてないからさ。我々人間だけが過去と未来に生きてて、自然だけですよ。今この瞬間を全力で生きてる。多分今この瞬間を全力で生きるっていうことが自然でできるっていうのは、都会におる人からしたら絶対ピンとこないと思うんですよね。そうね。まず何が今かも分かんないと思うんで、もしかしたらこれが今って思ってるかもしれないし、人によっても多分違うと思うし。そうね。時間が溶けていくっていう感覚があって、時間が溶けていく。さっき話したホースキャラバンの話なんだけど、俺は馬で旅した時に6ヶ月ぐらいした時に不思議な現象が起こったのね。それは時間が溶けていくって感覚なんだけど、要は俺は馬で旅して山の中にいる間、時計もなかったし、スマホなんてその当時なかったし、デジタルデバイスが一つもなかったので、太陽の位置で一日の時間を把握して、月の満ち欠けで月の一月を把握してたの。例えば太陽の位置があそこら辺だともう馬で移動して、でそろそろもうキャンプする場所見つけて巻き集めないと、日が暮れちゃうと真っ暗で見えないから、飯が作れない、だからあの位置だったらもうストップしようってとか、あと月の満ち欠けはこう自然光が一切ないから、月が満ち欠けてどんどん満月に近づく生きていくと、どんどんこう見える範囲がねどんどん広がっていくの。逆に新月だとこの距離感で見えないのね、それが満月になると全部見えるのね、でそれはちょっとした田舎に行く見える感じではなくて、本当に自然こう人が全く見えないところにいるから本当に綺麗なの。そうすると満月の日は本当に綺麗だから全部見えるから、夜移動しようってなって馬でもう夜に起きて馬でパッキングして馬で満月をずっと追っかけてダートロードをね
グアテマラの山の奥のダートをずっとみんなで走っていくみたいなことをしてたんだけど、そう料理ができなくなったり、その夜まで移動したり、そういう感じでどんどんその月のリズム、月って29日周期で太陽のリズムに合わせる、太陽が上がるとともに起きて沈むとともに寝るっていう周期をどんどん馴染んでいくと、ある時動物みたいになってきたね。つまり過去と未来が全く考えられなくなる、今しかなくなってくる、だからゲームみたいになるわけよ、全てがずーっと集中してる状態。いわゆる流行りの言葉で言うとマインドフルネスっていう、だから瞑想してマインドフルネス状態になるんじゃなくて、朝から晩までずーっと24時間365日マインドフルネス状態、そういう状態になるわけで、そうすると今度は動物と話せる、馬と話せるようになったりする。マジっすか？そういう世界観、もうなんか自然の中に迷い込んでしまった妖精みたいな気分、そういう状態になる。俺らがその先のことを考えて、あれせなあかんな、これせなあかんなみたいな、先これせなあかんからこういう行動しようみたいなことを考えてる時点でもう今に生きてないということなんですかね。そうなんよね。だから非常に難しい。ヴィパッサナ瞑想もそうじゃない。ヴィパッサナも結局そのマインドフルネスになるための瞑想の方法を教えてくれるわけで、過去を考えて未来に投影するから人は苦しむんですと。人を苦しまない方法とは今を完全に生き切ることだと。でそれがゴータマ・シーダルッタが発見して、それが仏教につながっていくわけじゃん。それと一緒で、実はその馬の旅はまさにマインドフルネスの旅でしかなかった。でなぜ我々がじゃあマインドフルネスな状態に生きれないかっていうと、それは我々のカレンダーがグレゴリオ暦っていう暦に従っている。つまり2月は28日までで、3月は31日だったり、一月が30日だったり31日だったり29日だったり28日だったり、そうやって区切って、で1週間があって7日間で金曜から日曜日がある、そういう周期でものを考えて我々生きてるんだけど、5日間働いて2日休んで5日間働いて2日休んで、で1月が過ぎたらまた次が始まって、で12ヶ月なんだけど、実は月の周期と違うの。地球があって月があって、月がぐるぐる回ってるこれが月の満ち欠けじゃない。で地球と月が引力で引っ張り合ってるわけ。その重力は人間も影響を受ける。つまりその影響を受けてるんだけれども、グレゴリオ暦っていうのは実は月の周期と全然関係ないわけ。昔にできたものを改良に改良を重ねて、改良というかどんどん解釈がずれていって意味のない暦になって、それを我々は今使ってるんだけど、実は自然のリズムからずれてるんですよ。でしかも我々は時計を発見したね。時計を作って秒刻みで時間を管理することができたね。だから1時間単位ぐらいで時間を区切って、しかもずれた暦、地球太陽系の動きから重力の流れからずれた周期で動いてるから、完全に時間の中にはまっちゃってる。で今を感じれない周期に生きてしまってる。じゃあつまりその時計とかカレンダーっていうものが生まれてから時間を区切って過去とか未来とかそういう風に分け始めた、区切り始めた。そうだね。でそれのが合理的だったから、合理性があったから。でその合理性を追求していくうちに時間が効率的に使えるかと思いきや、実は生産性という意味のない生産性をどんどん上げていっただけで、人間関係がどんどん急須になっていったっていう話。我々は究極に今を生きたらそれだけでも満足なんですよ。それをできる環境をいかに作るかっていうのがファイナルなんですよ。いやそりゃ東京とか大阪じゃできないですよね。ね、ちょっと来てもらっていい？はい。いいっすねここいいんじゃない？ね。もしかして。これ何したっけ？ヒッピー。いやヒッピーの話ですね。ヒッピーってヒッピームーブメントっていうのは1965年ぐらいですよ、カリフォルニアで。
できっかけがベトナム戦争反対で、要はやっぱすごく高度に成長したアメリカの、60年代のアメリカで、やっぱいろんな不満が爆発してもっと違う資本主義以外の生き方ないんじゃないかっていうので、ベトナム戦争はきっかけだったんだけど、それで爆発してヒッピーたちが世界中に増えてくる。彼らは資本主義じゃない生き方を模索した。つまりお金をできるだけ使わずにしてどうやって生きていくかっていうことを、模索した。2つの方法があって、1つがヒッピーコミューンと言われる自給自足できる村を作るんですよね。野菜を 100% 自分たちの自給の分を作って家畜も育てて、で、さっき言ったファイナルに非常に近いんだけど、自給率 100% の村、山の奥で作り始めた。でそうやって世界中にいろんなヒッピーコミュニティができる。でそれともう一つの流れとしては旅に出たのね。仲間を募ってみんなで旅にした。でそれがねすごいムーブメントで、そっちが成功して前者ヒッピーコミュニティは破綻していく。でその後者の旅した方がどうなったかっていうと、世界中に100万人何百万人っていう人たちが旅をするようになった。でその一人一人が毎日移動してる。で飛行機乗って移動してるやつもいれば、車乗って移動してるやつもいれば、馬乗って移動してるやつもいれば、ボート乗って移動してるやつもいれば、ボートいろんな手段使ってとにかく移動して、世界中のヒッピーたちって見た目で分かるからさ、もう会った瞬間ハイタッチで仲間なの、家族なんだよ。何百万人の家族っていうので、その助け合いによってその関係性が補完される。でだからどこ行ってもセーフティーネット、仕事なかったら仕事もらえたし、寝るとこなかったら寝るとこもらえたし、ヒッピーを探せばよかったわけで、その人たちが毎日移動するから、世界の反対側で起こっていることがその次の日にはもう伝わるような、そういう状況がある。でそれって実は何かに似てるわけですよ。いわゆるあれや、ソーシャルメディアとそっくりで、SNS ですね。 SNS、世界中の人たちがつながっていて情報交換されている状況。それを50年前にスマホもパソコンもなかった時代にそれを人力でやってた。人力ソーシャルメディアです。で今のソーシャルメディアと似てて、そのソーシャルメディアを通して有名になっていった著名人っていっぱいいるじゃない。それと一緒で彼らもそうで、彼らって例えばアフリカの田舎に行ってアフリカの先住民に楽器の作り方を教えてもらって、自分で楽器を作って、でそれで演奏してめちゃくちゃな演奏がうまくて、そのヒッピーシーンの中では世界中でみんな知ってるみたいなことがよく起こる。でみんな手に職持っててアクセサリー作ってたり、革靴自分で作って売ってたり、ダンサーだったり歌う人だったり、ありとあらゆる職業をみんな自分でできる範囲でやって、それで移動しながらそれで稼いで生きていくっていうのをしてたんだけど、まさに今の SNS とすごい似たような状態。50年前に何もなかった状態です。で彼らが特に都会部にはあんまりいないわけ、お金かかるから。で目指した先はやっぱ絶景のある場所、もうあまりにも美しい場所っていうのをやっぱ旅してる中で見つけて、それが情報交換されてそこに人が集まるっていう仕組みができてたから、例えば俺が毎年グアテマラのアティトランコでフェスオーガナイズしたりリトリートしたりしてるんだけど、そこには世界一美しい湖で、そこにもやっぱヒッピーがいっぱいいるわけで、そもそも15年前のトゥルムもそう。トゥルムも15年前にヒッピーしかいない。そうやってヒッピーってもうあまりにも美しい景色を見つけたらそこに住み始めるわけ。でもそこに住める一般の人は住めない。先住民とかしか住んでない。仲良くなれないじゃん。でも彼はすぐ溶け込んでいって、そこでちっちゃなカフェとか開き始めたり、ゲストハウスができて、そこがちょっとずつ観光地化していくね。先住民の村が観光地化していく、海の前だったり湖の前だったり、山の麓だったり、いろんな綺麗な、ところなんだけど、でそうこうしてるうちに人が集まってきて、でそのうち旅行客がどんどん来るようになって、で資本が投下されてリゾート地になっていく、いつも通りの流れなんだけど、
そうやって快適さ今あるリゾート地っていうのはほとんどヒッピーによって開拓されてきてました。じゃあヒッピーって一番最初にこうたどり着くわけですね、その町が発展する前に。そう、町が発展する前に何もなかったところ、本当にアティトランコなんてトウモロコシ畑しかなかったらしい。そこにヒッピーがたどり着いて勝手に先住民の町はここ住んでいいっつって住み始めたのがきっかけでどんどん村ができていく。ヒッピーのクリエイティブさってすごいんですね。すごいよそう考えると。しかもそれが世界中の口コミネットワークで世界中に伝わるから、世界中からそこに押し寄せてくる。あっという間にそこに経済が生まれてゲストハウスができて、まず最初にできるのがカフェなの。そこに人が集い始めて、じゃあ俺もここにゲストハウスやろうかなみたいなやつが出てきて、ゲストハウスができたらどんどん客が来るようになって、そしたら旅行客が来る。旅行客の中に金持ってるやつもいるやつ、ビジネスマンもいる。そしたらここめっちゃいいじゃないですかって言って資本投下してコンドミニアム作ったりリゾート地作ったりホテル作ったりすビジネるのがスマンですね。始まる。そういう流れがこういろんなところで起こってるんだけど、まさに我々が今から行くトゥルム、それが起こっている最中。ニューヨーカーの人がめっちゃ来てるって言うてましたね。そうね。でもう一つはそのヒッピーの話なんだけど、ヒッピーがそういった先住民しか住んでないような場所に行って出くわしたのが儀式なんですよ。世界中にいろんな先住民がいるけれど、はい。だいたい村って150人単位集落、150人以上になると分裂して2つの集落に分かれる。だからこれは人間が150人以上認識できない、同時にっていうのに起因してるらしいけど、だからどこの世界中どこ行っても集落は150人ぐらいで、その150人で自給自足したわけじゃん、昔ってエネルギーがなかった。そうすると150人全員の力を使って全員で助け合わないと生きていけなかった。朝から晩までずっと生きていくために仕事した。要は農作業した、もしくは服を作ると家を作ると生産することだけでいっぱい、余興という概念がなかった。でその中でやっぱこう相入れない人たちもいた。でもどうしても協力していかないと、しかも人間関係変えれない。生まれてから死ぬまで同じ人と付き合わないといけない。その150人でそうなってくるとそこに儀式が必要。じゃあ儀式って何なのかっていうと、人間関係の関係性を潤滑にする潤滑油みたいな。で日本でいうとそれは酒なの。おみこしみたいなの担いだりだんじり引いたりこう儀式として想定を作ってみんな最終的には酒飲みまくってベロベロになって老若男女もう全部フラットでもう敬語もない、もう知らないね、ベロベロになって全部心の内をさらけ出す、そういった関係性で関係性をリセットして作ってきた。で、日本は酒なんだけど国によっては酒じゃなくてめちゃくちゃダンスするところもあれば、アヤワスカとかペオーテとかそういう幻覚作用のある植物サボテンとかツルとかを煮込んだりして飲んだりとか食べたりとかするところもあるし、もしくは呼吸、こう呼吸をつって過呼吸にさせて意識を変えるっていうところもあれば、カカオを大量摂取して意識を変えるとか、いろんなその植物使ったり呼吸だったり、もうすっごい高いところからバンジージャンプするとかね、いろんなやり方使って意識を変容させて、その意識を変容させた中で自分たちが本当に何で生まれてきたのかっていうのを見つめる、そういった儀式っていうのがどこでもあるんだけど、ヒッピーはそれに出くわすわけ。世界中の先住民、いろんなところ行ってるわけですそうよね。世界中の先住民族の中のそういった儀式に出会っていくわけで、みんな儀式に向けていくわけで、そこで気づくのが今の現代社会における失われたものはこれだと。要するに自分たちが共に生きていくためには必要な関係性を作るための精神性、マインドセット、もしくは関係性を作るために自分の内側をもっと知らないといけない。でそのための儀式
っていうことを知るわけね。まさに個人主義の今の現代社会には必要なかったんだけど、集団主義においては絶対必要で、それを体系化していった。それをステップ1、2、3にして分かりやすくして体系化して、いろんなところにヒッピーが作るリトリートセンター、つまりそれは自分がより良い人になる、もしくはより自分が思ったものが現実化できるような環境をできるためのマインドセットを作る、そういうことが学べる場所、まあいった学校やねっていうのがいっぱいできてきて、もちろんその中にはその仏教の開祖のゴータマ・シーラドゥッタが作った瞑想法のヴィパッサナもその一つだし、ある意味禅とかもそう禅とかもそうだし、いろんな先住民の知識を体系化して、いろんな人がいろんな体系化の仕方をしていて、最近はデジタルが入っている、そこにVR 使ったり VR のそういう波動を出すなんかデバイスみたいなの作ってみたり、いろんなことを使ってそういう体験をすることによって自分を内面から見つめ直した。特にでもやっぱサイケデリック、幻覚作用のある植物使うのが一番強烈なんで、圧倒的に意識を変えられちゃうから。それがシャーマンがやってた儀式なわけですね。そうだね、それを体系化してリトリートセンター、まあヨガもそうだよね、まさにカカオセレモニーもそうだし、そういったものがどんどん生まれてきてる。で我々のそのファイラーランドにはこのリトリートセンターっていうのが非常にあったらいい。まさにトゥルムっていう場所はもともとヒッピーが開拓した場所にあるし、前の先住民がいるわけだし、カカオセレモニーがあるし、そういったリトリートセンター、すごくそこの地に馴染んでいるリトリートセンターを作ることで、それを収益化にして村を作る、コミュニティを作っていくっていうのはいい方法なんじゃないかなと。じゃあコミュニティとしての村とそのコミュニティ内じゃない人たちも、そこで意識の変容を、体験することができるリトリートセンター、その2つをそうね、作る。それまたトゥルムにもリトリートセンターいくつかあるんで見に行ってみよう。それ楽しみですよね。俺ないんすよまだ。そうやね、ナイスナイス行ったことないね、リトリートセンター。ナイスナイス。日本にもちょこちょこあるけど、やっぱこっちのリトリートセンターはね、ぶっちぎってる。まさか多分こうファイナルランドを作るって聞いて、自分たちの自由な場所を作ると、コミュニティ作ると、でそれがこうリトリートセンターとか意識の変容とか、その今僕たちが個人主義に向かう中でその失ったものを取り戻すためとか、そういう多分メッセージが入ってるっていうのはまさか誰も思いもよらなかったんじゃないかと思いますね。それはエンタメでやんないとあんまり意味わかんないんで、思いっきり楽しい感じではいきたい。いや楽しくないとね、ヒッピーもそうですもんね。間違いない。楽しいからやった末の今リトリートセンターができたりとか、そういうのですよね。村ができたりとか、実際だから今を生きるっていうのが一番最高に楽しいわけですよ。ですね。ですよ皆さん。だってもう、そんなパソコンの前に向かってカチャカチャしてても仕方ないじゃないですか。カリブの海で遊びましょうよ。というわけであれですね、これを一緒に作る仲間をこれからどんどん増やしていくわけですね。そうですね。だからあなたもサブスクライブ急に YouTuber っぽくなるAnd you dream about this very night when the moon runs down the summer sky.